はい、どうもこんにちは。川勝の金です。今日はこいつ仕上げやっていきますね。前回ソール積み上げとかコバとかやりました。今回はインク入れて最後の仕上げやっていきます。この靴のソール周りちょっとねどうしようか結構迷ったんですけど、一番迷ったのはソールのステッチの色を白くするか茶色くするかウェルトと同じように染めちゃうかっていう迷ったんですけど、今回はウェルトと同じ色で茶色で全部いくことにしました。絶対ね白ステッチにするのもかっこいいと思うんですけど、ちょっとカジュアルに寄りすぎる、そもそも派手な靴なんでカジュアルなんですけどドレッシーな雰囲気でソールは締めたいなと思ったので、出しね糸をねもうすでに茶色で塗ってあります。もう一回顔料のねこうベタっとした系のインク入れていきます。ベスポークとかだと結構いろいろデザインに応じてインクも変えたりするんですけど、今回はこうちょっと顔料強いベタっとした系のねインクで仕上げていきます。イギリスのクラシックな靴とかってこういうイメージですね。逆にイタリア系とかだとちょっとでも物によりますね。物によりますけど染料でこうね革の組織が見えるような感じで仕上げたりもしますけど、今回はベタっと潰していきます。これローです。このローをコバに塗っていきます。コテ温めてます。これはコバゴテですね。このサイズ、これはですね2つついてるタイプ、両側使えるやつですね。いろいろ形あるんですけど、サイズとか形とかねこう合うやつを使っていきます。ローをねアイロンで溶かしたので布で磨いていきます。こするだけなんですけどね。もう下仕上げとかでしっかりやってあるんで、これでこすっていけば自然とね光沢感が出てきます。じゃあ最後に底面ですね。コバは仕上がったんですけど底面まだ毛羽立ってる状態ですね。銀面って皮の表面をそのままじゃなくて表面を少し削ってちょっと毛羽立たせてからもう一回仕上げ剤を塗って平滑にしますね。そのまんまだと結構染み立ったり表面の傷だったりとかっていろいろあって綺麗じゃないんで一回剥いで仕上げの液体塗っていきます。
はい、これでソールの仕上げ終わりました。いいっすね。ヴィンテージっぽい雰囲気。したらカバー取りますね。そしたら磨いていきます。今回の磨きのポイントとしてはですね、考えてるのは、このクロザンガー白の部分ですね、あんまりクリーム入れたくないですね。普段だったらやっぱ仕上げの磨きって輝かせたいところなんですけど、あんまりね、この白いとこ輝かせたくないので、クリーム塗らないでいきます。それと、茶色と白のコンビで白い部分がね、やっぱりなるべく汚れづらい素材を選んだっていう話を最初アッパー製作の時にしたんですけど、それでもやっぱり汚れるは汚れると思うので、色付きのクリームは使わないでいきます。サフィールのニュートラルのやつを使って塗っていきます。で、しかも、結構グリグリ塗っちゃうと、この穴飾りの奥にあんまりクリーム入りたくないんで、表面をこうちょっとね、撫でるように軽く塗っていきます。指で塗ればいいことを思い出しました。靴磨きの人たちって結構指で塗るじゃないですか。で、僕も自分の靴のケア、普段のもう完成して履いてる靴のケアは指で全然塗るんですけど、完成の時は結構ブラシ使うことが多くて、なぜかというと、革の断面だったり、穴の中とか、こういうベルトとアッパーの隙間とかですね、こういうところに指だとクリーム入っていかないんで、捕獲的な保湿、革のためにやるっていうのももちろんあるんですけど、最後のこの見た目としての細部の細かい調整みたいなところもあるんで、そういう細かい部分にクリームが入る、つまり色を入れたいというね、意図もあって、ブラシを使うんですけど、なので最初今ブラシ使ったんですけど、逆に今はそういう奥のところ、花飾りだったら革の断面とかにクリーム入れたくないんで、指でやることにしました。白いところはあんまり光らせたくないですけど、茶色いところは光らせたいです。ちなみに指めっちゃ汚いですけど、これは洗っても今は取れないんで、染料汚れで。だから別に白い部分触ったとこで色がつくわけじゃないんですけどね。どっちにしても白い部分は触らずにいきます。まだスエードじゃないからマシですけどね。クリームついたとて光ってほしくないっていうぐらいですけど、もしスエードだったらクリームつくとすごい毛足潰れちゃうんで、ほぼ磨けないじゃんっていうぐらい、もうスプレーで茶色いとこも含めてケアするしかないなみたいな感じに
なりそうですけど、この靴はそこまでシビアではないですけどね。ここまで気使う必要多分ないと思うんですけど、一応せっかくなんでしっかり気使ってこのね細い部分これやる意味ないですよね。靴磨き屋さん頼んだらどうやって磨くんでしょうね。ちょっと一回すごい迷惑だけど磨きをねお願いしてみたいですね。これサフィーヌのスエードケア用のスプレーなんですけど、ちょっとこれ全体にかけときますね。この白い部分にブラシでクリームとか塗りたくないんですけど、一応保湿捕獲的なことをやりたいので、まあ汚れ防止にもなりますからね。こんな感じで分かんないですね。軽く塗れる感じでスプレーしました。乾き待ちします。それではソックシートを貼っていきます。キッシュザワークの焼き印が押してあります。それでは最後に茶色部分の鏡面磨きしていくんですけど、これシューツリーですね。この靴に合わせて作りました。色的にまあブラウンなんですけど、このワックスの色がこっちは薄い、こっちは濃い感じなんで、どっちも合わせて作っていきます。穴飾りの中にワックス入れたくないんで、本当に薄く塗ってきます。そしたら鏡面磨きやっていきます。はい、ということでスペクテーターシューズ2足完成しましたので、最後にディティールデザイン紹介していきたいと思います。いやこうしてね2足並べて置いておくだけで、もちろん1足でもいいんですよね。これが2足並ぶとこう延々と眺めてられますね。これぜひね皆さんに見ていただきたいですね。でまあお見せするんですけどね、実物のこのなんていうか見るだけでも感じられる満足感あると思います。こちらが僕のスペクテーターシューズ、こちらが妻のスペクテーターシューズです。僕サイズ 26.5 センチ、26から 26.5 センチぐらいで、こちらは21センチとかなのでかなりのサイズですね。僕の足別にそんなに大きいわけではないんですけど、こうして並べてみるとすごく大きく見えます。でデザイン的にもパッと見でお揃いだと分かるんですけど、実はこっちが外羽でこっちが内羽だよっていうのと、ウイングの形状とかも結構違いますよね。やっぱりこれだけ主張の激しいデザインだと多少のデザイン違いは気にならないぐらいお揃い感が出ますね。別にどっちも同じオックスフォードだったりどっちも同じダービーにしてもよかったんですけど、なんかそれだと面白くないなと思ったので、外羽内羽で分けてスペクテーターシューズのデザインとして作ってみました。2足ともやっぱりヴィンテージシューズっぽい雰囲気はだいぶ意識してるんですが、こちらの靴でそれを特に意識したポイントはやっぱトーシェイプですね。ナンバーズコレクション去年制作した24オールドスタイルブローグでこういった感じのフルブローグの靴を作ったんですけど、結構それ気に入ったというのもありまして、それに雰囲気は似てます。それとアイレットですねのこの幅というか内側と外側のアイレットの間隔が結構こう中央に詰まって気味な感じになっているとか、あと穴飾りが少し大きめですね。よりこのスペクテーターシューズの穴の奥に白がより
はっきりと見える大きめの穴飾り。ソールはこんな形状、内側だけベベルドウエスト、外側はスクエアウエストになっています。白い部分が黒山革という、日本の漆塗りの革ですねの白を使ってます。ちょっとね明るさが明るいと白飛びしちゃうんですけど、これぐらい暗くしてみるとよくわかります。白なめしという、白くなめした革ですね。これ普通の革のなめしともまた違う日本の伝統的ななめし方なんですけど、その白くなめした革、これはね確か型押しだったかな、脂肪の型押しをして、でその上から白い漆といっても白い革よりもベージュなんですよね。ベージュの色をした白漆をのせた脂肪革になっています。この状態だとただ脂肪に見えますけど、光の当たり具合によっては結構キラキラと漆が輝きますね。そこまで激しくはないです。この革を選んだ理由は、この靴のアッパー縫製の動画でかなり詳しく喋ってますので、ぜひそちらをご覧ください。この脂肪部分とこのボックスカーフの色味がよく合っていて、そういう意味でもねコンビっぽくなってるかなと思います。で紐はですね、これちょっと絹の太めの紐。ヴィンテージシューズってこういう網のこういう編まれた光沢感のある太い紐ついてることがあるので、そういう紐を入れてますね。外側がスクエアなんですけど、内側ベベルドウエストにしたことによってこうやって内側から見た時ぐっとここで絞り込まれていて美しいですね。スペクテーターシューズの特徴として、こういう細い茶色いパーツが出るんで、これ作るのめんどくさいんですけど、スペクテーターらしさですよね。後ろかかとシームレスヒールになってますね。こちらがビッグスペクテーターですね。そしてこちらがミニスペクテーター。いやー可愛いですね。やっぱり僕は常々思ってるんですけど、レディースの革靴ってあんまり履いてる人いないじゃないですか。世の中にあまり存在してないからこそだと思うんですけど、このサイズでしか出せないバランス、可愛らしさってあるんですよね。もしこの同じデザインをこっちの26センチのサイズでやっても、またそれもそれでいいんですけど、全然違うものになるんで、サイズって実はかなりデザイン的には大きな要素の一つなんですよね。でこれだけ小さいサイズの靴を作るとやっぱり思いますね。っていうのと、こう手に持った時に手のひらにこう収まってしまうこの置物感っていうのはまたいいんですかね。なんかミニチュアのものとかって集めたくなったり、小物とかって集めたくなったりするじゃないですか。そういう部分も少し要素として入ってきてるような気がしますね。こちらはオックスフォードになってます。内羽になってますね。で同じようにスペクテーターらしくこういう細いパーツが出てますね。でバランス感としてやっぱりこの紐なんか見ていただくと分かるんですけど、こっちの靴とこっちの靴紐の太さ同じなんですけど、同じに見えない、こっちの方が全然太く見えるんですよね。とか穴飾りもメダリオンのこの穴飾り、ここの大きい穴、この穴って同じ大きさなんですけど全然大きく見えますよね。ここのブローディングのこの穴飾り、ウィングチップのところに入ってる、これはこっちの方が1ミリ以上小さいんですよ。これでやっと靴のバランスから見て同じぐらいに見えるぐらいなので、かなりやっぱりサイズ感のこの相対的な大きさの違いっていうのはね出てきますね。でこの靴ですね、紐の穴5個だと詰まりすぎるんで4個にしてあります。でウィングチップで、そしてシームレスヒールになってます。ただかかとがかなり高く作ってますね。これ木型ってただこうヒールの積み上げを高く積めばいいってもんではなくて、やっぱ木型がそういう設計になってなければならないので、この木型はそういうヒールを高く作るようにそういう想定で削った木型です。高さとしては1センチぐらい高いです。
そしてこちらはオックスフォードなので外側も内側もベベルドウエストになってグッと絞られたソールになってますね。レディースのスペクテーターシューズのヴィンテージシューズってたまに見かけるんですけど、めちゃくちゃいい雰囲気なんですよね。でサイズの小ささもそうなんですけど、何より女の方足細い人結構多いんで細身になりがちというのもありますね。この靴も同じようにそういった雰囲気めちゃくちゃ漂ってますね。なので足のサイズ小さい人は小さいからこそできるデザイン、大きい人は大きいからこそできるデザインあるので、なんかそういうのもね、自分の足のサイズ小さいから嫌だとか大きいから嫌だとかそういうのはなく、それぞれの個性を楽しんでほしいと思いますね。またレディースだと結構デザインバランス的に前の方にトップラインを持っていって履き口を広くしたりすることがあるんですけど、この靴はそういうことはあまりしてなくてですね、伸縮靴のバランス感でやってます。でこれ出し縫いのピッチ結構細かい14番なんですけど、別にそんなに細かく見えないんですよね。サイズが小さいからあんまり分かんないですよね。外羽のこっちの方は10番なのでだいぶピッチ違うんですけど、やっぱりこれも細かくは見えない、普通ですよね。粗くも見えない。そしてシューツリーこんな感じでそれぞれの木型に合わせてシューツリーを作っております。はい、ということでスペクテーターシューズ2足の紹介でした。この靴実際に結婚式どういう服に合わせるかっていうところもいろいろちょっと詳しく解説していく動画もアップしますので、そちらもぜひ合わせてご覧ください。僕はスペクテーターシューズは昔靴を作る前に何足か持ってたことはあって結構好きだったんですけど、ここまで本格的なこだわりにこだわったスペクテーターシューズ履くのは初めてなので、実際に結婚式の日ももちろんそうですけど、その後カジュアルにどうやって履いていくかなんていうのもね、すごく楽しみです。こちらのスペクテーターシューズの制作動画概要欄から見れますので、そちらもチェックしてみてください。それではまた。